今回はエティハド航空のレビューです。コスパ最強でめちゃくちゃ良かったって自信持って言える航空会社でした。さあどんな内容だったんでしょうか。あと楽天が空の上で使えて驚きだったことも言ってます。皆さんこんにちは、ゆっけです。今回は僕6月にポルトガルに行ってきたんですけど、その時に使ったエティハド航空っていう航空会社がめちゃくちゃ良かったんで、レビューみたいな動画を撮っていきたいと思います。今回関西空港からエティハド航空利用したんですが、外国人さんたくさん並んでました。あんまり日本人の方いませんでした。多分ヨーロッパに今旅行行く方って多分少ないのかなとは思います。何人かはもちろんいました。とりあえず乗るとこにまで来ましたが、だいたい右見ても左見てもだいたい本当に欧州の方ばっかりだなっていう印象でしたね。そして遅くなりましたが、ここでエティハド航空基本情報をお伝えします。まずこのエティハド航空、アブダビをハブ空港に、UAE を拠点として就航する航空会社で、エミレーツ、カタール航空と並ぶ中東御三家と呼ばれている航空会社。だいたいヨーロッパ行くとき直行便以外はみんなこのどれかを使うはず。アライアンスには未加盟なんですが、アナとのマイルシェアをもしていて、アナのマイルも貯まるから結構お得です。そしてエティハド航空有名なのがザ・レジデンスと言われてるファーストクラスのもう一個上のスイートクラスみたいな部屋があるみたいで、そこもちょっといつか行ってみたいですね。今回はでもエコノミーのレビューになります。今回乗ったのがボーイング787の機体なので、僕アハモと楽天モバイルを契約してるんですが、楽天モバイルが空でも2ギガ無料で使えるみたいなのをボーイング787だったらできるみたいなので、ちょっとそれも空の上で試していきたいなと思います。というの忘れてましたが、そりゃそうなんですけど、エティハド航空フルサービスキャリアなんで機内食とかもしっかりついてくるので、機内食も楽しみに乗っていきたいと思います。神すぎるこの席。行きしなのアブダビまで一番前の席当たっちゃって、席のレビューがちょっと後でするんですけど、できないぐらい広い席でラッキーってなりました。そしてここからエティハド航空の本領発揮です。アメニティです。まずエコバッグにアメニティがいろいろ入ってました。耳栓と保湿クリームみたいなやつが入ってました。保湿クリームありがたいね。あとごめんなさい、映すの忘れてたんですけど、毛布、枕、アイマスク、あといろいろ見る用のヘッドフォンちゃんとありました。マジでエコノミーのレビューしたいのに席これやから全くレビューできへんくてちょっと悲しかった。ここで一つだけエティハド航空、ちょっとマイナスポイントあります。ボーイング787、多分機体古いんかな。横のモニターが全く出てきませんでした。隣のスペイン人のおじいちゃんがめっちゃ優しくて助けてくれました。こういうかっこいい周りにも気配れるおじいちゃんになりたいですね。ちなみにこのおじいちゃん真ん中の列ぐらいまでみんなのやつやってあげてました。全部一番前の席エティハド航空、このモニター硬いです。コンテンツの量とか質はさすがエミレーツに肩を並べる航空会社、すごい充実してました。映画も大量にあったし、僕飛行機乗ったらすっげー眠たなって多分ほとんど寝てるんで、映画もゲームもあんまりしないんで、ちょっと全部見れてないんですけど、めちゃくちゃ充実してた記憶はあります。で、ここで楽天の回線ほんまに空の上で使えるのか検証していきたいなと思います。一応側面を説明すると、これエアロモバイルっていうサービスと提携していて、エアロモバイルが言ったらスターリンクみたいな衛星通信になってて、それのサービスと提携してますよっていう状態です。2ギガまで楽天の回線枠と合算で使えるので、一番安いプラン3ギガ以内に抑えようとしても、一番安いプランで全然使えますよっていうのがこの楽天のエアロモバイルになってます。だから空の上だけで使いたいなと思って、LINE したいなと思って契約するだけでもいいと思います。なんて言ったって楽天の回線3ギガ以内やったら月1000円ぐらいなんで、そんなに契約とりあえずしてても負担にならないので、旅好きだったり飛行機によく乗られる方はぜひ試してみてください。そうこうしている間に繋がって、日本で一番早い安倍博のサイトを調べて繋げてみました。
これ結構ちゃんと出てて驚きじゃないですか。それなりに、まあ遅いっちゃ遅いねんけど、LINE するぐらいとか、これぐらいを調べるぐらいやったら、後期の上やし、あんまり差し支えないかなと思います。しました。ちょっと遅いね。けど、ちゃんと開きます。これえぐいな。ごめんなさい、安部さん。勝手に顔出しちゃいましたけど。すごいいいです。ちなみにもう一つメイン回線は僕アハモを使ってるので、アハモも現地着いたら2週間まで 30GB 無料で大体の国で使えるので、格安の携帯キャリアだけの固定費でも全然海外旅行 SIM 変える必要もなく楽しめるっていうのがすごいいいですよね。とそうこうしているとやってきましたお待ちかね機内食のコーナーになります。エティハド航空機内食いかがだったんでしょうか。米にパンっていう結構破壊的な組み合わせしてくる。ちなみにさっき言っていいですか、これ全部めちゃくちゃ美味しかったです。フィッシュを選んだんですけど、なんかサバの南蛮漬けの中華風味付けみたいな海苔ですごいご飯も食べやすくて美味しかったし、右上の副菜マカロニサラダもしっかりバッチリ美味しかったのと、あと最高やったのが右下のムース、マジでうまかった。ここから先もエティハド航空の機内食何個か出てくんねんけど、ムース全部出てきてて、ムース全部一級品に美味しかったです。その後は就寝前のティータイム。ここでバーボンをもらいました。やっぱりエミレーツと肩を並べる航空会社なだけあって、しっかりドリンクのサービスも何回か多くて良かったです。そのまま寝てたら次の飯来ました。次の飯はエビかなんか聞かれたんですけど、エビを選んだらパエリアみたいな見た目のなんかパエリアやったんかな、忘れたけどめちゃくちゃうまそうな料理出てきました。最高でした。ちなみにこれも右上も右下も付け合わせ最高に美味しかったです。副菜神。ごめんなさい、ここ寝ぼけすぎてて、ちなみにマジで何も動画撮ってなかったです。こんな美味しそうやったのにごめんなさい。でも右下のムースだけ感動したのはもういくらでも覚えてますんで、力説させてほしい。なんかその後はこんな感じで夏目足デーツをもらったり、あと確かちょっとしたオレオももらいました。そんな感じで UAE の首都アブダビに到着。マジで綺麗すぎてやばくないですか。アブダビ着きました。正直なんか空の旅快適すぎて、なんか11時間すっきりした。しっかり寝れたわ。家より寝れたわ。神やった。この国いいね。神すぎる。マジで寝れる椅子ついてるんで、アブダビの空港結構おすすめです。アブダビだったら空港泊怖くないなって思いました。めっちゃ良くないですかこの椅子。2時間ぐらいでしたが本気でゆっくりできました。ポケモン？Yes. Thank you. じゃあリスボン行きます。結構アブダビのハブ空港広くていいです。やっと席レビューができるコーナーにやってきました。エティハド航空こんな感じで綺麗にアメニティ並んでますね。どうですか見た感じ。ちょっと見づらいかもしれませんが、席の前幅こんな感じです。まあ普通のエコノミークラスっていうような感じでしたね。ちょっとすまね。機内食が来ました。こんな感じのなんかパンみたいな。ついでにこれ映してるのは USB の充電器コンセントがあるっていうところを映してます。確かミートパイみたいな感じだったはずです。ごめんなさい、ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、美味しかった記憶はあります。そしてさっきのはおやつやと言わんばかりに、ちゃんとした機内食も来ました。この機内食は朝食でウインナーとかいろいろ入ってて、トマトソースみたいなのにつけて食べるみたいなイメージです。この朝ごはんだけはまあまあ普通の機内食っていう味してましたね。ただ何回も言うけど、付け合わせのフルーツと今回ヨーグルトなんですけど、それがめっちゃうまかったです。もうそれだけで満点です。こっからさっきと流れ一緒なんで端折りますが、以上エティハド航空のレビューになります。ポルトガルの空港は綺麗な感じでタイル張りがしっかりされててよかったです。総評としてエティハド航空エコノミークラスアメニティがたくさん来て、結構僕的には
コノミークラスなのに評価の高い航空会社だなって思いました。皆さんも乗る時の参考にしてみてください。以上、今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。